丸ごとエビ。何これ？デーツだ、デーツ。今日なんですけども、今日はポコちゃんの料理教室に参加しています。イエーイ今日なんですけども、今日はじゃーん、ポコちゃんです。こんにちは。今日もよろしくお願いします。お願いします。ありがとう。ポコちゃんが前の動画にもお家でマレー料理を作ってもらったりとか、イスラム教の話をしてくれたりとか、あとご主人が第二夫人と結婚されたっていう話を撮影したんですけども、今日は第二夫人がその後どうなったかっていうのも聞きたいと思うので、最後までご視聴いただきます。そうで、今ポコちゃん定期的にアナウンスしてマレー料理を教えているという料理教室です。いろいろマレーの文化をね教えてもらったりとか、ラマダンの話とかもすごいいろいろ聞いたりとかして、そんなマレーの文化とかも学べるようなお料理教室をされています。私もすごい在住歴は長いけど、ローカルの野菜とか調味料のことを実はあんま知らないなっていうふうに思ってて、マレーの調味料とかさほんま知らなかった。めっちゃ教えてもらえるので、日本からも参加してもいいよって言って、なのでポコちゃんのインスタとかで募集とかをされてるので、そういうのをチェックしてもらって参加したい人はね、あとポコちゃんに興味がある人とかだったらめっちゃいいかもしれないね。旅行とか来て、でやっぱ日本に売ってないような調味料、こういうチリペーストとかこういうの日本にないじゃないですか。この料理教室に参加して、で帰りにスーパーで買って帰ってみたいな感じで、日本で再現するっていうのとかめっちゃいいと思います。これ今ミゴレン作ってるんですけど、やっぱ日本でもうミゴレンあるけどちょっと味が違うっていうか、日本っぽい焼きそばみたいな感じじゃないですか。あと知らなかったんだけど、ニンニクの種類とかも違うんですよね。いつもこれ4人ぐらいやってるの？そう、4人か多くて5人か。せっかくさみんなにやってもらいたいのに多すぎると結局食材触れずに一番はお料理教室の大事にしてるのはこの下処理をすごいみんなにはやってほしいっていうか、マレー流の下処理、要はお酒使えない、日本人だとお酒使うのが結構当たり前だけど、じゃあお酒使わずにどういう風に臭み取るのかなとか、どういう風にその汚れ取ってるのかっていうところのマレー流。なるほどね。それめっちゃ知りたい。だってお酒こっち高いじゃん、調味料のお酒でも、料理酒でも高いんですよね。みんなが気になってるさ第二夫人のその後も聞きたい、やりましょうよ。聞きたいから、こちらもそれを要ご期待。そうだよ、それみんな聞きたいコメントもさ、もう今でもめちゃめちゃ来てるから、本当、そういうのも質問に答えていくっていうか、いいですね。ちょっと誤解じゃないけど、コメント見ながらそれに対してちょっと答えていくのいいですね。そういうのもやれたらなっていうふうに思います。朝ごはん食べてこなかったから、もう一応美味しそうなエビ汁とサンバルチリ。美味しそう。美味しそう。すごい。すごいね。
ただきます実食エビを先になんか結構プリッとそうめっちゃ美味しそうなんかこの下処理の大切さっていうかさ、胡椒あーかけすぎたトマトも入ってますライム好きな人はさライムガンガンかけちゃうパスタみたいにして美味しい辛さはどうですか？ちょっとピリ辛なんだけどちょっとピリ辛だけどちょっとピリ辛だけど、でもなんかマレーのミーゴレンって辛くないとミーゴレンって言わないからいい？あでも辛い辛いそしたら後から来るブラックソースをかける。あいいねもし辛いものすごくねロコさんでも結構辛いの食べてる全然ダメだよけど弱いんですよね。食べれるんだけどお腹が痛くなっちゃそうお腹にきちゃうよね。う胃腸が弱いなんかこのソースとこの目玉焼きが絶対合うだろうなと思っててこの麺ももちもち。なんかこっちの白胡椒って独特ですよね。日本のとね、またなんか全然。美味しい。